お疲れ様、マリテンだよ。本日8月末日夕方17時の五反田です。いつものように本業のお仕事終わりなんだけど、今日はなんとまだ外が明るいこれは私にしては珍しいんですよ。というのもですね、月末はとある大仕事があるので早めの帰宅なんです。いやー、やりたくはないですただいまー。立たない。作業日のお供はローソンで買えるアイスコーヒーのメガサイズ。あとはお菓子を、コンビニで買ってきました。お菓子は基本酸っぱい系をね、よく買っちゃいます。お仕事バッグにも実は毎日入れて持ち歩いているので買いだめです。ちなみに買い物は基本 Amazon なので、毎日何かしら我が家には届きます。コンビニ以外はどこか露店とかで買い物することはほとんどありませんね。まずはご飯です。これめちゃくちゃ惹かれるんですけど、1週間に3日は卵かけご飯なんじゃないかな。いや、ほんとガチですね。多分ものすごく偏食な方です。お箸を忘れて取りに行きましたね。いただきます。いつもおなじみ卵かけご飯です。立たないの。じゃーん、しずる感。このね、卵を崩す瞬間がたまらんのです。あと10分しかない。忘れていたんですけど、打ち合わせまで残り10分だったみたいで焦っています。早く帰れる日に打ち合わせを詰めがちなんですよね。ちなみになぜか今日はカメラを見ながら食べてるんですけど、普段はこういう時にパソコンで気になる YouTube を見たり、SNS をチェックしたりしてますかね。小さい頃からパソコンユーザーなので、家に帰ったらあまりスマホは見ないんですよね。完食です。今 YouTube の編集者さんは5名いらっしゃいますかね。基本皆さんオンラインでのやり取りのみで進んでいます。ワンコが足元でずっとゴロゴロしてますね。この椅子の下でゴロゴロするのやめてほしいんですけどね、怖いから。私社会人になってから自分でやっているものも含めて今4社目で、この間未だに一番長く所属した組織が小学校の6年間だっていうことに気づいて、やばって思ったんだけど、ただこうやって今 YouTube の仕事をしていると、何でも無駄にはならないものだなってことを今更ながら思ったりもしてます。本当にしんどかった仕事もネタにはなるしとちなみに今まで一番しんどかった仕事は編集の構成作業です。新卒1年目の時に研修で3ヶ月だけ行ったんだけど、もうストレスがねひどすぎてジンマシン出てました打ち合わせが終わったらいよいよ本丸です。月末にやることといえば締め作業。この筒がですね1ヶ月分の領収書なんですけど、そしてこれがね筒に入りきらなかった領収書なんですけど最強アイテムジップロックでございます。
ここに溜まったレシートをざっくり振り分けていきます。まあタクシーですね、ほぼほぼ。いや、まだまだあるよ。なんだこれ。たまに見覚えのない領収書を見つけて一瞬記憶喪失かと思います。一回このジップロックに性病検査の検査カードを入れたまま税理士さんに送ってしまいまして、これどうしましょうってズームの連絡が来たことがあります。恥ずかしい。全部まとめたらこのまま税理士さんにごっそり送ります。昔はエクセルで自分でこうポチポチつけたりしてたんですけど、今もうちょっと諦めてますね。レシートの整理が終わったらここからが月で一番大事な作業です。メンバーや編集さんへ制作費やギャラのお支払いです。ちなみにこのゴムは某バリアンでもらったゴムですね。我が家にはホテルでもらったアメニティが大量に至るところに置いてあります。さっき構成が苦手だったっていう話をしたんですけど、一番苦手な作業といえばこれですね。正確にミスなくきちんと振り込むっていうやつなんですけど、一度バイトちゃんにゼロを一つ多く支払っておりまして、速攻で間違ってますと連絡が来ました。いや本当にね善意で成り立っているなと思い大変反省をしております。ちなみに、一つ金額について暴露をしてしまうと、毎月の経費がですね、この前200万円を超えたんですよ。いやそれでも赤字にはね幸いなことにならなかったので、でっかくなったなと思います。私がですねメインの YouTube を見てる方は知ってると思うんですけど、夜のお店をね経営していた時期もあったから、その時に比べたら動いてるお金なんて今何分の1なんだという話ではあるんですが、その時よりも健康に、幸せに働けているので、すくすく地道にねこれからも育てていきたいなと思っております。ピエー、終わりました。やりきりました。シャワーを浴びてそろそろ就寝って言うても安定の朝日ですねいや今月もよく頑張りました。最後にメンバーや編集さんに振り込みました、今月もありがとうございましたと連絡をして全ての作業が終了です。YouTube を始めてから2年半、あっという間に毎月が過ぎていきます。月末の締め日は大変なんだけど、大きくなってきたなと感じられる瞬間だったりもします。もう本当に最初 YouTube を始めた時は毎月赤字だったんでだから締め作業なんてその時は30分ぐらいで終わっていたんですよ。だからこうやって時間がかかるのも、成長した証拠ということで、また来月もね頑張っていければと思いました。それではおやすみなさい。